心が未成熟で甘えているということは、自分はもらうことしか考えていなくて人を愛していないということは、憎しみの塊になったということは、病的な劣等感を持ったということは、かつての自分が傷ついているということです。アダルトチルドレンは、ズルしたくて甘えているんじゃないんです。悪意で人を愛していないんじゃないんです。人を憎みたくて憎しみを持っているんじゃないんです。好きでこうなる人などいません。愛されずに育ったことにより心に傷があるから頑張って生きてきたのにこうなったんです。アダルトチルドレンは悪い人ではありません。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。動画では説明できないことも分かりやすく書きましたので、興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。人間は多くのことを無意識で行動しています。例えば、ご飯を食べていても、味に集中しないで無意識に飲み込んでいたり、ペンを持っている指の感覚を意識しないで文字を書いていたりします。いちいち全部を意識していたら、日常生活をスムーズに送ることはできません。このように、無意識はありがたいシステムでもあるのですが、でももし、無意識で気づかないまま地獄へ進んでいたらどうでしょうか。小さい子供は生きていくために親に適応せざるを得ません。親がどんなに冷たい人でも、どんなに毒親でも、その親に適応しようとします。そのため、心が未成熟の親のもとに生まれた子供は、認知の歪んだ親の思考や価値観に従って生きていきます。また、そのひどい環境を生き延びるために、歪んだスキルを身につけたり、自分の心をいじくって、心を壊しながらもなんとか生きていきます。なんとか生きていても、極端に自己イメージが悪かったり、認知の歪みがあれば、思考は歪みます。その歪んだ思考に従っていれば、地獄へたどり着きます。このようにして、毒親育ちは、小さい頃からの育ってくる環境で、自動で地獄へ進む生き方を身につけています。この思考による地獄への自動運転については、この動画と同時公開のもう一つの動画、アダルトチルドレンの自動思考は地獄への道しるべで取り上げましたので、ここでは省略します。地獄への自動運転は思考によるものだけではなくて、深層心理に突き動かされる自動運転もあります。こっちの方が深い問題です。この動画では、この深い問題について取り上げます。この動画と同時公開のもう一つの動画は、無自覚で生きていたらどんどん生きづらくなるアダルトチルドレンが、これ以上辛い人生にしないためにとても大事な話です。なぜ自動運転で地獄へ行ってしまうのか、U ターンするにはどうすればいいのかがわかる動画になっています。1、深層心理に突き動かされている。2、どこに進んでいるのか。3、どうすればいいかという対策。4、ポイントの振り返りと補足。5、すぐにできること。このような順番で話します。深層心理に突き動かされる理由から話します。
何事もみんな同じではないし、ルートも一つではないので、あくまでも一つの例として話しますが、アダルトチルドレンは育ってくる間に、人は冷たいし怖い。この世界は危険な場所だけど誰も助けてくれない。そばにいてくれる人にいつ捨てられるかわからない。人生はただ生きるだけでも恐怖に満ちている。というような恐怖を強く感じている人が多いです。特に小さい頃に親によって怖い目に遭ったような人はなおさら恐怖を感じてしまいます。また人間なら誰もが持って生まれてくる愛されたい、甘えたい、認められたいなどの欲求も非常に強いです。非常に強いと言いましたが、普通はこれらの欲求は子供のうちに満たされるので、大人になる頃にはだいぶ薄くなっていきます。でも子供のうちに全く満たされずに飢えている人は、大人になってもこれらの欲求が非常に強いです。また、憎しみもたまりすぎると非常に強い感情になります。小さい頃から理不尽な扱いを受けてきた人は、小さい頃だけでかなりの憎しみをためます。そして小さい頃から親に愛されるどころかいじめられていれば、人が怖くなるので、学校に行ってからも、社会に出てからも、自分を犠牲にして周りに服従しながら生きていくことになることが多いです。こうなると、憎しみは雪だるま式にたまり、いつの間にか莫大な量の憎しみをためてしまうことになりかねません。もう一つ、劣等感も病的になると、とても激しい感情になります。このような恐怖とか、本性的な欲求とか、莫大な量の憎しみとか、病的な劣等感は、非常に強い感情や欲求です。非常に強い感情や欲求なので、人はこれらに支配されてしまうことがあります。支配されるとは、そんなことをやめようと思ってもやめられなかったり、気づかないうちに望ましくない行動を続けてしまったりします。皆さんの周りにも、なんでそんなことをするんだろう、なんでそこまで怒るんだろう、なんで我慢できないんだろうと、一見理解できない行動をする人もいると思いますが、そのような理解不能な行動をする人は、しばしば恐怖とか愛情欲求とか憎しみや劣等感が根っこにあることがあります。このような普通レベルを超えた憎しみや愛情欲求や病的な劣等感は、心の浅い部分ではなくて深い部分に問題があることが多いです。そしてこれらはとても激しい感情や欲求なのに、本人はそれを持っているとは気づいていないことも多いです。これはどういうことかというと、例えば赤ちゃんは一人で生きられないし、この世界での体験は初めてのことばかりなので、生きているだけで次から次へと恐怖がやってきます。電気が消えて真っ暗になっただけでも恐怖です。でも母親が大丈夫だよと優しく体に触れながら声をかけてくれることで安心できます。でもこのような優しい親ではなかった場合、それどころか恐怖を感じ泣いて助けを求めているのに、うるさいと怒鳴られるような環境であれば、もっと言えば
叩かれたり怒鳴られたりするような環境であれば、ものすごい恐怖を感じます。でも大人になった頃には忘れているかもしれません。意識から忘れても、深層心理にははっきりとこびりついています。他にも、ありのままの自分を愛されなければ、病的な劣等感を持つかもしれませんが、人は病的な劣等感のような自分にとって認めがたい感情は抑圧、つまり意識しないで済むように無意識に追いやることがあります。他にも、自分は親に愛されていないという感情や、傷ついたという感情や、親への憎しみや心の傷なども抑圧する人は多いです。補足しておくと、傷ついたとか親への憎しみや心の傷などを意識するということは、親に敵対するということです。親がいないと生きられない小さい子供にとっては、親と敵対することはできません。なので、そのような認めがたい感情も抑圧されることが多いです。他にも、絶望感や寂しさや悲しさといった感情も抑圧するかもしれません。このように自分にとって都合の悪い感情を意識から消しても無意識にはあります。そして小さい子供は養育者の保護や愛情がないと普通は生きていけません。だからこのようなひどい環境にもかかわらず生きてきた人は何かしら生き延びるためのスキルを身につけています。例えばある人は人間関係の恐怖に直面した時は服従するという生き延びるためのスキルを身につけているかもしれません。いつも自分の気持ちを追って他人の気持ちを優先にする人を思い浮かべていただくと分かりやすいと思います。また別の人は先制攻撃をするというスキルを身につけているかもしれません。攻撃的な人ですぐにマウントを取ってくるような人を思い浮かべてもらうと分かりやすいと思います。これは小さい頃に身につけた生き延びるためのスキルなので、やめようと思っても簡単にはやめられるようなものではありません。なかなか一度身につけたスキルは変えられません。ここまでをまとめると、普通レベルを超えた強すぎる感情や強すぎる欲求は自分を突き動かします。また、無意識に問題がある人も気づかないうちに無意識に動かされます。さらに、ひどい環境で育ってきたがために、生き延びるスキルを身につけている人も同じことを繰り返します。つまり、これらは自分が自分の意図とは関係なく自動で動いているということです。気づかないうちに自動的に進んでいることがあると知ったら、次はどの方向へ進んでいるのかということが大事になってきます。ここからはどこに進んでいるのかということを考えてみましょう。まず、激しい恐怖がある人ですが、例えば、人は怖い。この世界は危険な場所だけど誰も助けてくれない。などの恐怖がある人は、自分の欲求を満たすことではなく、周りに文句を言われないことを選択します。これは自分の人生を生きられずに人の人生を生きていくということです。さらに人の優しさを信じられないので、親しい人を作ろうとしないとか、
手伝ってもらう必要がある時にも力を借りようとしない生き方になる可能性が高いです。そして人の力を借りようとしない人は、人に頼まれることがものすごい苦痛になります。こうなると人と協力することができないので、人生において登れる高さに限度が生じます。人と協力する人は10段まで登るかもしれませんが、1人だと6段までが限界かもしれません。また、人に協力するのが嫌いだと嫌われやすくなります。見捨てられ不安も同じです。見捨てられ不安は不安と言ってますが、本人にしたら不安ではなく恐怖です。小さい頃から見捨てられる恐怖を味合わせられながら育った人や、実際に捨てられてしまった人や、全く愛されずに育った人などは、大人になっても心の底に見捨てられ不安を持っているかもしれません。見捨てられ不安の出方もタイプによって違いますが、ある人は恋人を信じられなくなり、常に浮気を疑いスマホをチェックしたり、いちいちどこに行っていたか聞いたり、嫉妬深くなり嫌がられる言動をしてしまいます。そして恐怖から安心できないと激しく激怒してしまうかもしれません。このような言動は少しずつ相手に負担になっていきます。相手にとって負担であれば嫌われてしまう可能性が高まります。でも、これも嫌がらせでしているのではなくて、仮にそんなことをするのはやめようと思っても、恐怖からそうしないといられないんです。自動運転ということです。今度は愛情欲求が満たされていない人の例で話したいと思います。親との間で愛情欲求が全く満たされなかった人などは、一方的に愛されたい、一方的に世話してもらいたい、無条件に認めてもらいたいといった激しく強い願望を大人になっても持ち続けます。激しく強いというのは、抑えようとしても抑えられないほどとてつもなく大きな願望ということです。そこで、ああしてこうしてというオーラがものすごく強く出ています。自分は何もしないでも一方的に世話してもらえる状態を激しく望んでいます。完全に人生が満たされている人などほとんどいないので、みんな結構我慢しながら生きています。そんな中一人だけ、一方的に尽くしてくださいね。私を一方的に世話してくれないあなたは何なん？私を特別に丁寧に扱いなさい。このような甘えた態度でいる人がいたら、確実に嫌われます。多くのアダルトチルドレンは、自分はそんな態度はしていないと思っているのですが、気づいていないだけで、無意識でこのように感じている人は本当に多いです。気づいてもなかなか抑えが効かないほど激しく強い願望ですが、気づいていない人はもうありえないほどの自己中心性が出ています。こうして多くのアダルトチルドレンは無意識で嫌われてしまう言動をしています。そしてここで言いたいことは、悪気があってそうしているのではなく、知らない間にそうしているということです。アダルトチルドレンは
ここに来たくてここに来たのではなくて、自動運転でここにたどり着いたんです。だから、引け目を感じる必要も、罪悪感を感じる必要もありません。でも、そのような知らない間に甘えてしまう激しい欲求があるならあるで、認める必要はあります。次は憎しみですが、憎しみはある程度なら貯めておきます。だから子供のうちはあまり問題が出ないのが一般的です。でも、どんどん溜まっていくと、心や体を壊します。心や体を壊すだけではなくて、陰で人を追い詰めるようなことをしたり、人を蹴落とそうとしたり、人の不幸を喜ぶようになったり、嫌な性格になっていきます。また、ちょっとしたことで切れてしまうかもしれません。もちろん切れたくて切れるのではなくて、気づいたら切れていたという感じです。次は劣等感ですが、憎しみのところで、憎しみがたまる人、人を蹴落とそうとする人もいると言いましたが、せっかくなので、そのつながりも加味して、劣等感の行き先を考えてみましょう。では、劣等感が病的に強いとします。これもタイプによって変わりますが、その強い劣等感を認められなくて猛反発している人を例に考えてみましょう。劣等感を自分にも周りにも認められないのだから、俺は劣っていないということを証明しようと、ありえないほど頑張りすぎます。ありえないほど頑張りすぎるのは、自分は人間として価値がないのではないかと自分の価値に恐怖を感じているからです。何にありえないほど頑張るかは人によって違いますが、ある人は仕事で、ある人は習い事で、ある人はお金儲けで、他者を圧倒して、俺は劣っていない、俺は優れているということを証明しようとします。また、莫大な量の憎しみを貯めている人は、他人を蹴散らして憎しみを晴らしたいという欲求を持つことがあります。周りに勝ってざまみろと感じたい欲求です。これが病的な劣等感と一緒になると凄まじいです。憎しみや劣等感は一つだけでもすごいエネルギーですが、これらが混ざり合えばさらにエネルギーは増します。エネルギーが強すぎるので、このような人も自分で自分がコントロールできなくなっていきます。ひどくなると、俺は優れているという証明や憎しみを晴らすこと以外の行動ができなくなります。こうなると、極端に自分のことだけしか考えられなくなります。なので、チームプレーはできません。個人の成功だけしか目的になりません。極端すぎるし、憎しみもあるので、ものすごく嫌われます。そして、必要性が強くなればなるほど、どんなに疲れても休めません。体や心を壊してまで頑張りすぎてしまいます。傍から見ていると、痛々しいぐらいに頑張りすぎているので、仕事ばかりを頑張りすぎないで、もっと家族との時間も大切にしな。そうしないと大事な家族や自分の体を壊しちゃうよ。とアドバイスされても、
そのアドバイスにはなかなか従えません。無意識にこの自分では価値がないという恐怖がこびりついているので、どんなにアドバイスをもらっても、あるいは自分でこの自分でいいと言い聞かせても、小さい頃にできた心の深い部分にある思い込みにはなかなか勝てません。そこで最終的には体や心を壊したり、孤立という場所にたどり着き、より劣等感を増やしますが、これもここに来たくてここに来たのではありません。強い心の必要性や深層心理の問題に突き動かされ、自動運転でここに来ています。次は生き延びるためのスキルでの例と行き先ですが、さっき周りに服従する人と先制攻撃をする人を挙げましたので、最初にこれに触れておきます。親に服従することでしか生き延びる方法がなかった人は、多くの場合この生き延びるためのスキルを学校に行っても社会に出ても使い続けます。世の中には本当にやばい人もいるので、時と場合によっては服従する方がいい場合もあります。でもこのような人は優しい人にも服従します。人が怖いので人を観察する能力がないんです。そこでみんな怖い人のように感じてしまいます。そして周りに服従しているということは自分の欲求を無視しているということです。自分の感情を表現しないで全部他人に従っていれば、憎しみはたまるし、人生を楽しむ能力が破壊され、好きなことも楽しいと感じることもなくなるし、心はおかしくなっていきます。次は先制攻撃の生き延びるためのスキルを使う人です。先制攻撃をする人も本当は怖いんです。自分は価値がないということが、自分は劣っているということがバレるのが怖いんです。もちろんこのような人が価値がないとか劣っているというわけではありません。本人が深層心理でそう感じているということです。深層心理だから気づいていないかもしれませんが、でも怖いんです。そこで、俺をなめるな、私はすごいんだぞ、と先制攻撃をして自分を守っています。当然これは厄介者扱いされ、嫌われ、孤立していきます。他の生き延びるスキルも少しだけ触れておきましょう。ありのままの自分を表に出すのではなく、偽物の自分で生きるスキルです。例えばですが、親にありのままの自分を受け入れてもらえなかったような人は、本心で生きているのではなく、周りが受け入れてくれる自分を演じているかもしれません。あるいは心が未成熟の親は子供に大人を要求するなど無理を要求しますが、要求されても無理なものは無理です。それでも強要され続けたような人は不利を覚えるかもしれません。自分をこういう人だと思ってもらうふり、自分を立派な人に見せるふりなどです。人は自信がないからふりをするのですが、ふりをしているとさらに自信を失います。立派な人のふりをしていれば、いつまでもありのままの自分に自信が持てません。そして人は自分の人生を生きていなければ、
好きなことがなくなり、心を壊す方向へ進んでしまいます。このように、親に愛されなかった人は、人を愛せないので人からも愛されないし、見捨てられ不安を持っている人は、見捨てられるように進むし、憎しみがある人は憎まれることをするし、劣等感がある人は嫌われたり劣等感が増えるように行動をします。強い感情だろうが、強い欲求だろうが、小さい頃に身につけた生き延びるためのスキルだろうが、深層心理に問題を抱えていると、自動運転で地獄にたどり着いてしまいます。現在も苦悩に満ちた人生を送り続けているのは、自動運転の車に乗り続けているからです。この車は、アダルト・チルドレンからの回復とは逆の方向へ進んでいます。では、どうすればいいかという対策です。自動運転をやめるには、まず何よりも自分が自動運転をしていたことに気づくこと、それから自動運転の元になっているものを癒すことです。この動画で取り上げている自動運転の元になっているものは、恐怖、満たされていない愛情欲求、憎しみ、劣等感、無意識にある問題です。そのうち、人は怖い。この世界は危険な場所だけど誰も助けてくれない。そばにいてくれる人にいつ捨てられるかわからない。などの人に対する恐怖を持っている人は、愛されずに育ってきている人が多いです。そして愛されずに育ってきたということは、愛情欲求が満たされていない、心が成長していない、依存心が強いなどの問題があります。つまり人に対する恐怖がある人と満たされていない愛情欲求がある人は共通している部分が多いので、対策を一緒に話します。次に、劣等感と無意識の問題も共通点があるので、劣等感と無意識の問題を一括りにして話します。最後に、残りの憎しみをためすぎてしまった人の話をします。では、人に対する恐怖と愛情欲求が満たされていない問題からです。人は小さい頃にそばにいた人をモデルに、人間とはこういうものだという人間観を作るので、毒親育ちは、人は冷たく怖い。この世界は危険な場所だけど誰も助けてくれない。そばにいてくれる人にいつ捨てられるかわからない。このようなイメージがある人も多いかもしれません。このイメージを変えなければいけないということです。小さい頃に愛されて育った人は、恐怖や困ったことが起きても、親が慰め守ってくれるので、親が安全基地だったんです。だから人についてのイメージも毒親育ちよりはるかにいいイメージを持っています。そしてこのような人は大人になっても心の中に目に見えない何か自分を守ってくれる存在がいます。だから親と離れても強く生きていけます。不幸にして親との間で良い関係が築けなかった人は、子供の頃に安全基地がなかったんです。そして大人になっても心の中に目に見えない安全基地がないんです。だから恐怖を感じやすいし、また愛情飢餓や依存心が強いなども合わさって地獄への自動運転にはまってしまいます。
親に恵まれなかったのであれば、友達でもいいし、恋人でもいいし、自分で安全基地を作る必要があります。安全基地を通して人へのイメージを変えることと、小さい頃に満たされなかった愛情欲求を少しでも満たしてもらうこと、あとは自分で心を育てることなどが必要です。そのような安全基地になってくれる人ができるまでの間は、自分自身が自分の安全基地になりましょう。自分に寄り添いましょう。自分に寄り添い方は、一旦置いといて話を変えます。次は劣等感や無意識に問題がある人です。劣等感はもちろんですが、無意識の問題のいくつかも自己否定をしていることが大きな要因になっていることが多いです。なので、自己評価を上げることが必要です。自己評価を上げるには、ありのままの自分を受け入れることが大切です。過去は責めてもどうにもなりませんので、過去の自分を責めるのではなくて、自分に寄り添いましょう。では、さっき一旦置いとくといった寄り添い方ですが、同時公開のもう一つの動画で話している思考による地獄への自動運転は、思考や感情に気をつけておくことが大事ですが、深層心理に問題があることによる自動運転の方は、心の深い部分に働きかけないといけません。だから思考による自動運転に比べると変わるのは難しいです。つまり無意識に隠してきた気づきたくないことに気づかないといけないし、痛みの感情に向き合わなければならないし、心の奥にある恐怖も乗り越えなければなりません。心の浅い部分とか深い部分とは、例えば、自分は性格が悪い嫌な存在だ。自分は何もできない劣等な人間だ。自分は性格が悪いので嫌われる存在だ。これはいつも意識している浅い部分の声だとします。この奥にこのような思考を呼び込む何かがあります。つまり浅い部分の思考の奥に根っこがあります。そこに働きかける必要があるということです。こういう言い方もできます。ちょっと想像力を働かせてほしいのですが、自分は心が未成熟で甘えているとは認めたくない。自分はもらうことしか考えていなくて人を愛していないとは認めたくない。自分は憎しみの塊だとは認めたくない。自分は病的な劣等感があるとは認めたくない。そこで見て見ぬふりをしているとします。その見て見ぬふりをしている今の自分の奥に、今でも心が傷ついているかつての自分がいます。心が未成熟で甘えているということは、自分はもらうことしか考えていなくて人を愛していないということは、憎しみの塊になったということは、病的な劣等感を持ったということは、かつての自分が傷ついているということです。アダルトチルドレンはズルしたくて甘えているんじゃないんです。悪意で人を愛していないんじゃないんです。人を憎みたくて憎しみを持っているんじゃないんです。好きでこうなる人などいません。愛されずに育ったことにより、
心に傷があるから頑張って生きてきたのにこうなったんです。アダルトチルドレンは悪い人ではありません。かつての傷ついている自分が癒えていないから自動運転で望まない場所に向かっています。だからかつての自分を一刻も早く治療することが必要です。でもその傷ついているかつての自分を感じたくないから今の自分が治療の邪魔をしています。そして今の自分が心の浅い部分です。傷ついているかつての自分は深層心理にいます。傷ついているかつての自分に寄り添うことが大切です。つまり、私は頑張って生きてきた。今の自分でいいんだよ。と、表面的に言えばいいのではなくて、もっと深いレベルでイメージして、あの時のあの瞬間のことをはっきりとイメージして、恐怖や孤独感、寂しさ、悲しさ、絶望感、屈辱感、怒りなどを生々しく感じる必要があります。深いレベルでイメージして、そして深いレベルで自分に寄り添うことができると、おそらく涙が出ます。そして、今まで見て見ぬふりをしていたあの時の自分に、ごめんねという心からの感情が湧いてきます。思考の浅い部分ではなくて、深層心理にアクセスするということは、それぐらい感情を揺さぶることが必要です。ここで言っている寄り添いましょうは、このレベルの寄り添いましょうです。このレベルの寄り添い方は大事な手法の一つなので、またいつか別の動画で詳しく話します。なので、今日はこれぐらいにしておきます。次は、憎しみを溜めてしまっている人です。憎しみも溜まりすぎると、暴れ馬みたく抑えが効かなくなります。そして、アダルトチルドレンは依存心が強い人が多いですが、依存心が強いと自分がものすごい量の憎しみを溜めているとはなかなか気づきません。まずは自分は憎しみを抑圧していると気づくことが必要です。憎しみの処理については、アダルトチルドレンに克服に必須憎しみの処理という動画を参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。以上がこの動画で取り上げてきた自動運転をしてしまいやすい根っこです。もちろん深層心理に問題があることによる自動運転から自分の意思で運転できるようになるには時間がかかります。それまでの間は、特に傷が深い間は、右に行こうと思っていても瞬間的に左に一歩進んでしまうかもしれません。でも一歩左に進んでも重症度にもよりますが、気づいた時点で思いとどまらせることもできます。思考による時刻への自動運転もそうですが、それ以上に自分の思考や動向に注意を払っておく必要があります。では、ポイントを振り返りながら補足します。人は自分で意図した通りに自由に進んでいるように感じますが、結構縛られています。例えば、愛されずに育った人は、自分の気持ちを言ったら大変なことになる。これをしないと大変なことになる。という縛りや、周りの人の目や世間体や、かつて身につけた生き延びるためのスキルなどでガチガチに縛られている人が多いです。
このように人の気持ちを優先にして自分のしたいを一切求めない人もいれば、逆に今ここで言いたいことを言ったらもらえる支援がもらえなくなってしまうという場面で、それが分かっていても抑えが効かなくて言ってしまう人もいます。抑えが効かないということは、自分で自分を操縦できていないということです。他にも愛されずに育ったために心が成長していない人は、愛情を激しく求めすぎます。つまり、ああしてこうしてがものすごく強くなります。そして小さい子供のようにしてもらって当たり前という感じ方をしています。つまりありえないほど自己中心的です。こうなると無意識で、もらおうもらおう、得しよう得しよう、楽しよう楽しようという言動になります。悪意でそうしているのではなくて、そうなってしまうということです。また、病的な劣等感がある人は、出方はいろいろですが、例えば、ある人はそれを見ないようにしていたり、また別の人はそれを認めて萎縮して生きていたり、また別の人はそれを隠すために猛反発したりします。例えば、劣等感に猛反発するということは、いちいちマウントを取ってきて、あなたは間違ってますよ、正解はこっちですよ、とうざがらみをしてしまいます。あいつはレベルの低い人間だ、と周りに吹聴したりするかもしれません。要するに、自分の大きすぎる劣等感を自分が受け入れられず、俺はすごいんだぞ、認めろと周りに絡まないといられない心理的必要性がものすごく強いんです。他にも莫大な量の憎しみをためていると、激しい感情になります。だから憎しみが勝手に暴走してしまいます。そんなことはやめようと思っても、陰で意地悪をしたり、匿名で誹謗中傷をしたり、あるいはちょっとしたことで切れてしまうかもしれません。このように普通レベルを超えた強すぎる感情や強すぎる欲求や生き延びるために身につけたスキルは自分を突き動かします。つまり毒親育ちは自動運転で地獄へ向かっています。普通レベルを超えるということは、小さい頃に問題が起きている可能性があります。だから、この車を降りるには、どうにかして満たされなかった愛情欲求を少しでも満たすこと、自分で心を育てること、憎しみを処理すること、劣等感を癒すこと、心の深い部分にある心の傷を癒すことなどが必要です。まずはできることから始めましょう。愛情欲求を誰かに満たしてもらうことはとても難しいことですが、自分に寄り添うことはできるはずです。感情を込めた深いレベルで自分に寄り添いましょう。深いレベルで自分に寄り添って心の傷を癒しましょう。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、自分が自動運転の車に乗っていたという過去の出来事を考えてみようです。ある人は歪んだプライドで意地を張って
恋人と喧嘩別れをしてしまったかもしれません。またある人は上司と喧嘩をして会社を辞めてしまったかもしれません。またある人は人を避け続けて一人で生きているかもしれません。自分の意思でそこに行ったのではなく、どうしても抑えることができなかった。どうしてもそうすることしかできなかったという出来事をよかったら考えてみてください。そして深層心理に何があったらそのような自動運転になってしまうのかということも考えてみてください。例えば歪んだプライドというのは劣等感の裏返しだったりします。言ってはいけない人に対して抑えが効かずに言ってしまうというのは憎しみが溜まっているのかもしれません。あるいは心が育っていないために戦う闘争と逃げる闘争の闘争レベルのコミュニケーションしか身についていないのかもしれません。人を避け続けるのは人に対するイメージが悪かったり、人は怖いという思い込みがあるのかもしれません。根っこが分かったら自分に寄り添って根っこを癒す努力をしていきましょう。この動画では人に対する恐怖、愛情欲求が満たされていない問題、劣等感や憎しみといったアダルトチルドレンが抱える主要な問題を取り上げました。これらを克服していくことはとても大切です。これらの克服の仕方は他の動画で話していますので、ここでは省略します。動画のすぐ下の概要欄に関連動画や再生リストをいくつか貼っておきますので、よかったらそちらも参考にしてください。この動画の公開日、2025年4月29日は、このチャンネルが本格始動してからちょうど1年です。なので、動画2つを同時公開にしました。もう一つの動画、アダルトチルドレンの自動思考は地獄への道しるべも、無自覚で生きていたら自動運転で地獄へ行ってしまうアダルトチルドレンが少しでも生きやすくなるためにとても大事な話をしています。よかったらそちらもご覧になってください。これも概要欄にリンクを貼っておきます。いつも応援してくださる方、高評価やコメントをくださる方、本当にありがとうございます。今後もアダルトチルドレンが生きやすくなるための情報を全力で配信していきますので、応援してくださる方、仲間になってくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして2年目もよろしくお願いいたします。バイバイ。